皆さんこんにちは。ヨーロッパ旅行の最後の国はベルギーです。フランスのパリから電車でベルギーに向かいます。移動時間が長いので電車で朝ごはんを食べることにしました。日本にもある大好きなチェーン店のポールでまたパンを買いました。移動中の電車が異常なぐらいに静かですごく気まずい空気の中食べました。次の電車に乗り換えてリエージュに向かいます。小腹を満たしにやってきたのはベルギーのフライドポテトが有名なお店、フリテリエ・デュ・ペロン。牛脂で二度揚げしているポテトで外はカリカリで中はふっくらしています。数多くのソースの中から好きなソースが選べます。1個 3.7 ユーロ、約520円でした。お店を出て散歩がてらイッテ Q のロケ地を観光しました。続いて有名なベルギーワッフルのチェーン店ラガウフェリエへ向かいました。リエージュワッフルとブリュッセルワッフルの2種類があります。リエージュワッフルは生地に砂糖が練り込まれていて生地自体が甘いデザートになっていて、ブリュッセルワッフルはプレーンの生地でご飯系のトッピングとかもあります。トッピングをかなりの確率で間違えられるそうなので受け取った後にトッピング間違ってないか要チェックです。私の場合はチョコソースがかかってませんでした。値段は控えてなかったんですけど多分、7ユーロで日本円で約1000円ぐらいです。ちょっと記憶曖昧です。すいません。ワッフルを食べ終わったらすぐ近くにある教会を散策しました。で、夜遅くなる前にホテルのあるブリュッセルへ移動します。今回予約したホテルはヒュッケホテルというホテルです。ロビーの内装がとても可愛くて、宿泊部屋には大きな天井窓がついているような屋根裏部屋みたいな感じのお部屋で、将来こんな家に住みたいなと思うようなすごくメルヘンで可愛いお部屋でした。この日の夜ご飯はベルギーチェーンのファストフードで済ませました。次の日の朝食はウッドペッカー20というお店にやってきました。メニューはテーブルにある QR コードで確認して注文です。パンケーキとエッグベネディクト、ご飯系のワッフルのプレートをそれぞれ1人前ずつとコーヒー3人分注文しました。野菜も摂取できてボリュームも満点でお腹いっぱいになりました。すごく美味しかったです。総額約49ユーロ、6900円。1人前だと約2300円です。ちょっと朝食にしてはリッチでした。朝食を食べ終わったらベルギーの有名観光地グランプラスという広場に向かいます。これぞヨーロッパっていう感じの景観が一面に広がっていました。文豪のビクトル・ユゴーが世界で最も豪華な広場と唱えたというこのグランドプラスはギルドハウスなどの歴史的建造物に囲まれていて、ビールの醸造博物館やチョコレート博物館、ブリュッセルの英雄のセルクラースの像などが集まる観光の拠点だそうです。街中ではあまり見かけなかった観光客たちがここの広場に来ると大集結していました。私たちはベルギーの有名チェーン店のラベルジクゴールマンデーでオーダーメイドのチョコを作ってもらうことにしました。店員さんによるとこのサービスは午後の1時から6時限定のサービスだそうです。まずはチョコのサイズと種類を決めてトッピングも決めます。ちなみにトッピング1種類につき 0.5 ユーロです。約70円。書いてもらうメッセージを決めたら引換券を受け取ります。で、チョコを作ってくれている間に引換券をレジで提示してお会計を済ませて、完成したらまたその引換券を渡して完成したチョコを受け取るっていう流れです。で、何も言わないとそのまま生のまま渡されるんですけど、ラッピングをお願いしたらちゃんと緩衝材で巻いてくれました。人の選び方かわいい。
春のも可愛いな。可愛いな。一番可愛い。やっぱピンク可愛いな。なんやってや、落とすんやな。迷った結果それでした。他にも量り売りのチョコとかホットミルクに入れて飲む用のホットチョコレートとか木槌で割って食べるチョコとかいろんな種類のチョコが売っています。いろんな店舗を巡ってお土産を購入しました。バンデンヘンデアルティサンチョコラシティアっていうお店では日本語が話せる店員さんが向こうから話しかけてくれました。旦那さんの仕事で2年間日本に住んでいたことがあるらしくて日本語がすごく上手でいろんな商品を日本語で説明してくれました。イギリスでもベルギーでも日本に来たことのある店員さんが向こうから声をかけてくれてこういう出会いが旅の醍醐味だなとまた改めて感じました。せっかくなのでここのお店でも一つお土産を買ってお店を出ました。商店街を進んでいくと極度乾燥しなさいって日本語で書かれたアパレルショップを発見しました。妹によると現地の人はこれを日本のブランドだと思っているらしくてしかも結構高級ないいブランドとして認知されているらしいです。で現地のお友達にいい製品を作ってくれる日本に感謝してるって言われて何もコメントできなかったと言っていました。広場から少し歩いたところに正面小僧を発見しました。思ったよりも小さくて道の角にちょこんって立って正面をしていてちょっとがっかり正面でした。ホテルへの帰り道に見つけたのはベルジアンチョコレートメーカーズというお店です。いろんな動物の形をしたインテリアみたいなチョコがたくさん販売されていました。目が飛び出たペンギンと目が飛び出た雪だるまが個人的にはハイライトでした。日が暮れてもう一度広場へやってきました。ライトアップされて日中とはまた違った景色が楽しめました。旅最後の夜ご飯はムーツンジュンっていうお店です。今回も予約なしで行ったんですけど一席だけたまたま空いていました。私たちが入った後はもう予約で満席でその後入ってくるお客さんは3組ぐらい断られてました。ラッキー滑り込みセーフでした。英語のメニューを用意してくれているので注文も簡単でした。今回頼んだのは3種のチーズのクロケットとメインにはビーフとサーモン、サイドはサラダとフライドポテト、ドリンクは炭酸水と紅茶とベルギービールです。どれもボリューム満点で食べ応えがあってすごく美味しかったです。でスタッフさんもすごい感じのいい方で大満足の最後の晩餐になりました。で帰り際に母がお店の外観を写真で撮っていると店内のベルギー少年たちがピースをして写真に写ってくれたらしくて楽しそうに手を振ってお別れをしていました。で帰り道にあんな息子を育てないといけないなみたいな謎のコメントをしていたんですけど母はもう子供を産めないので私が将来あんな感じの可愛い性格の息子を育てようと思います。というわけで4カ国も一気に回れて大満足のヨーロッパ10日旅でした。10日で4カ国回ると結構移動が多くなるので私たちは大満足だったんですけどじっくり楽しみたい方は3カ国以下の方がいいかなと思います。では長い動画今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。バイバイ。